皆さんこんにちは。総裁カウンセラーで行政書士のOKです。今日はですね、コロナで通勤時間が短くなってテレワークが増えたっていう人もたくさんいらっしゃるので、この機会にぜひ短くなった通勤時間を座禅とかマインドフルネスに当てていただいたら嬉しいなと思って、そちらのご紹介をしていきたいと思います。よくシリコンバレーで GAFA のような企業が企業研修にマインドフルネスを取り入れていて、で作業効率が上がったっていうようなお話を耳にしますよね。実際それは本当だと思うんです。日本でもそのね、企業研修に座禅や瞑想を取り入れるところ増えてきました。ただ、私が思うのは、お寺でやる座禅と、その企業研修のような感じで、マインドフルネスっていうカタカナの用語で、禅とかそういったものに取り組むっていう場合と、なんかちょっと違いがあるなって思ってまして、多少の違和感をずっと抱えてこの数年来ていたんですね。私も両方体験したことがあります。もちろんお寺での座禅もしばしばやっていますし、マインドフルネスっていう、ね、ヨガの先生なんかと一緒にカウンセラーの人とかが来て、脳科学者とかの方もいらしてマインドフルネスっていうことについて伝えていただくこともあります。で、実際ですね、私自身は瞬間的な効果としてはカタカナのマインドフルネスの方があったっていう体験があるんですよ。だからカタカナのマインドフルネスを決して否定するわけではないんです。でも継続は力なりですよね。継続していけるかっていうことで言うと両方必要かなって思っています。企業研修のいわゆるカタカナのマインドフルネスっていうと、すごくスッキリして物の見方が変わって、その時はすごく作業効率上がるかもしれません。ただ、その後すごく忙しい時期が来てしまったり、何かにずっと猛殺されるっていうんですか、忙しい時期が来ると、忘れてしまうんだと思うんですよね。私自身も効果が3ヶ月ぐらい続いたんですけれど、いつしか忘れているっていうことに気がついて、で、これに例えると分かりやすいって思ったんですね。欧米では座禅道場が日本のヨガスタジオの数ぐらい、日本で言うとヨガスタジオがもう都市部だとすごいいっぱいありますよね。どこの駅前にでもヨガスタジオがあるんですけれども、あんな感じで欧米では座禅道場があるんだよってヨーロッパのお坊さんから聞いたことがあります。でね、日本でヨガやっている人の9割は多分健康法としてやっていると思うんですよ。その後ろの背景にある、ウパニシャットだとか、バガバットギーターっていうような世界観を学ぶことは一切なくって、で、いわゆる祈りの言葉みたいなのも省いて、健康法としてのニューヨーク経由で日本にやってきた、ヨガ、スポーツとしてのヨガをやっていると思うんですね。でも本当は、ヨガっていうのはそのインドのアシュラムとかそういうところで修行してきた先生によると、チャンティングを伴ってないと意味もないし、その生き方そのものがヨガであるということなんですよ。これとすごく似てると思いました。カタカナのマインドフルネスは研修の時体験して、で、確かに物の見方をリセットして、見えている数値とか、例えばお金のような富とか、そういったものだけが全てじゃないみたいな、ありのままに見えているものを見るっていうような価値観は身につくと思うんです。でそれもすごく、劇的な変化だし、本当に、仕事の効率も上がっていったりすることは事実だと思います。でもね、有名な、禅をやっていたということで有名なスティーブ・ジョブズさんいらっしゃるじゃないですか。で亡くなるちょっと前の言葉っていうのがいろいろなところに残されているんですけど、私はそれを、その一部をね、見たときにちょっと衝撃だったんですよ。私はすごくたくさんの富を築いたけれども、富だけが大事じゃないっていうことに今気づいたっていうふうに、間もなく亡くなる前の病床で書かれているんですね。ジョブズさんって禅をやっていらしたから、ずいぶん前からそういうことに気づいていらしたんじゃないのっていうふうに思って、私はすごくちょっと衝撃だったんですよ。あんなにむしろそのマインドフルネスを世界中で流行らせるきっかけともなったような方だと思っていたので、そのジョブズさんがもう死ぬ間際のところになってようやっとその本当の意味でのというか、宗教的な禅であれば最初の頃にもしかしたら
気づくであろうことに気づいたっていうふうに言っていらしたような気がして、でも、いいんですよ。気づくきっかけはいつでもいいと思いますので、最後の最後に、そういったことを言葉に残して全世界の人にそれを伝えて、この世を絶たれたっていうことなので、それはそれでとても価値のあることだと思います。でも、カタカナのマインドフルネスって、やっぱり、なんか違うんだなっていうか、その究極的なものの見方をずっと維持できるような形のものではなかったのかもしれないなって、その時にふと思ったんです。だから、例えば、ヨガを健康法としてやっていると、忙しくてなかなかジムに通えない時期が続いてしまったら、どんなにそれが良かったっていうふうに気づいていても、もうやらなくなってしまうっていうことあるじゃないですか。それと同じなんですよね。でも、宗教的な背景をきちんと理解した上で、ヨガなり、ヨガもね、宗教的な背景ですね。バラモン教ですからね、もともとが。そのウパニシャット哲学みたいなものをきちんと何か飲み込んだ上で、この世界観がいい、このものの見方が、やっぱり自分はもう不可欠だっていうふうに思ってなさる場合は、もう生き方そのものになるんですよね。禅も同じだと思います。座禅が生き方そのものになっていれば、多少忙しい時期があって1週間やれなかったとしても、以後一切ずっとやめてしまったり、物の見方自体が社員研修の時はすっごくリセットされたはずなのに、いつしか戻っているみたいなことにはならず、絶えず、そのね、リセットを続けていけるんじゃないかなって思ったので、そこが一番大きな違いかなと思います。宗教っていう言葉はね、非常に難しくって、西洋のリリージョンっていう言葉を訳してきてしまうと、何か契約したり信仰したりするものみたいになりますけれど、日本の場合は、というか仏教の場合は、ウパニシャットもそうなんですけど、インドとか東洋の思想の場合は哲学とミックスになっているような感じがしますので、そのものの見方ですよね。仏教で言うんであれば、例えば、いろいろなものが、好き勝手に起こったり、滅びたりしている演技である。すべてはそういうものであるっていうようなものの見方ですよね。私にとってこの出来事はすごく嫌なことだったけれども、それが別に私を攻撃しようとして起こったわけじゃなくて、勝手に起こっては消えてるだけなんだなと。それがたまたま私にとっては今日嫌だったんだなっていうふうに、ちょっと自分を外から見るっていうんですか、客観的なところから見てみると、なんだ大したことないじゃないか。私に対して悪意があってやったわけじゃないみたいな風に思えて、今までのようにくよくよしたりすることが減ったりっていうね。例えばそんなようなものの見方のことを言うと思うんですけれども、そういったもういろんな出来事がただただ湧き起こっては消えてってるだけだよっていうような、鴨の長明の北条記みたいなですね。そういう世界観そのものを私はすごくいいなと思って受け入れる、信じているっていうことになれば、その見方自体が生き方なので、その見方になるために座るっていうことであれば、なんかごちゃごちゃしてしまったり、落ち着かないなって思うたんびにやろうって思えますので、それは何かのきっかけでもうやらなくなってしまったり、以後、もうあの頃はやってたけど趣味みたいにね、やめてしまったりっていうことではないと思うんですよね。そんなわけで、現役サラリーマンの方にこそね、座禅とか瞑想っていうのはぜひやっていただきたいって思うんです。でどういうふうにしてやるのっていうと、今ね、本当にいい時代になりましたね。コロナのおかげで、ズームで座禅会を配信してくださるお寺がかなり増えました。ですので、ズーム座禅で検索しただけでも、たくさんヒットします。で、これ、ご自宅から全国どこからでもアクセスできるので、探してみて気の合いそうな和尚さんのところを、覗いてトライしてみるといいと思います。でその他にも、もう感染がね、そんなに広がっていないエリアでしたら、臨済宗とか曹洞宗のお寺では、本当に多くのお寺が座禅会を月に1回とか週に1回とか公開していらっしゃいますので、宗派のホームページからでも検索できる場合もありますし、お近くのエリアとその座禅やっているお寺っていうことで検索しても見つけられると思います。で実際にお寺に行ってやるとね、何がいいって、そこで沢会がついてたりするので、一緒に体験した人と対話できたりするんですよね。でそれがまた会社や学校にいるだけでは絶対に体験できないような、同じような心のリセットをした人同士でお茶を飲んで意見を交わせるっていうところがね、
ね、大きな特徴だと思いますので、ぜひ座禅会、リアルでもいいし、ズームでもいいし、見つけてトライしていただきたいなって思う次第です。このチャンネルでは、私がお坊さんたちから聞いたちょっとした、生きるのが楽になるようなコツをお伝えしていったり、それから時にはお寺とお金、葬儀とお金の難しい、ちょっとややこしくなってしまいがちなことについてどう考えていったらいいんだろうっていうような豆知識をお伝えしていきますので、ぜひこんなお話時々聞いてみたいなっていう方はチャンネル登録をお願いします。それからこの動画とは直接関係ないことなんだけれども、仏教やお葬式、お寺のことについて日頃ふとした疑問をお持ちの方はぜひコメントつけてください。そしたら次の動画でそれにお答えしたりっていう風にできると思いますので、お寺やお葬式に関するいろんな疑問、どしどしお寄せください。